どうも、建築士のこたです。こちらは桜堤沿いの家の解説動画になります。まだ本編を見られていない方はルームツアー動画の方を見てください。ということで始まりましたが、まず誰なんだって話ですよね。本編の方は何の説明もなく進めてましたが、改めて自己紹介をしたいと思います。こたと申します。普段はですね、組織設計事務所に勤めているサラリーマン建築士です。その他については、おいおいこの解説動画シリーズの中で自分語りしていこうと思いますので、ぜひ興味があれば聞いていただければなぁと思います。で、今回の動画なんですけれども、本編のルームツアー動画の解説として、設計中に考えたことだったり、注意点みたいなものを話していければなぁと思っております。こっちの方はだいぶ砕けた感じでいくので、話が若干脱線することもあると思いますが、ご了承ください。それでは解説始めていきたいと思います。まずは外観ですね。L 型の建物で屋根は寄せ棟といって、軒がこうぐるっと建物を囲むような屋根になっています。今回は交差点に面していて、2つの道路から見られるので、軒の水平なラインがこうつながっていく方が綺麗なんじゃないかなと思って、この、屋根の形状にしました。で、一番目立つ交差点側にはちょっとした植栽を設けているっていうのもポイントですね。街角って言葉がありますけど、やっぱりこういう交差点付近って近所の方々の目に留まるので、少しだけでも植栽、してあげられるだけでも印象変わるかなというふうに思います。L 型にすることで交差点からはこうちっちゃい可愛らしい家に見えるっていうのもポイントですね。建物の外観を考える上でやっぱりあんまり浮いた家は良くないかなって個人的には思います。人間も同じですけど、変な格好してる人ってコミュニティから結構浮くじゃないですか。家も同じで、近所の人から好感を持ってもらえる家って重要だなっていうふうに、思ってます。某ホラー漫画家さんの赤白ストライプの家とかね、ちょっと一時期問題になってましたけど、家の外観で、個性を出すのはほどほどがいいかなっていうふうに個人的には思ってますね。あと外観でいくと窓がポイントですね。水平の軒を強調するために軒の天井にこうピタッとこうくっつけるのがポイントになってます。水平の連続感を出すために窓は高さを揃えてリズミカルに並べてるっていうのも、重要なポイントです。続いて間取りです。本編では南側の採光と北側の眺望を取り入れるために L 型にしましたっていう説明をしたと思うんですけど、交差点側にリビングそのまま持ってくれば解決するんじゃないのって思った方も結構いると思うんですよね。交差点に配置した図面も検討してて、それがこんな感じです。これの間取りの問題点ですけど、交差点を右折する車の視線が気になってリビングの居心地が悪いっていうのが、問題点で、今のその少し交差点から離れたところにリビングを置くっていう方がいいんじゃないかっていうことで今の案になりました。玄関アプローチってやっぱ明るい方がいいですよね。あと玄関の扉の向きですね。玄関の前に何があるかはさておき、東向きとかあと南東向きの玄関って午前中に家出る時にめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。とってもおすすめです。プラン上優先度はそんなに高くないんですけど、向けられるのであれば気持ちのいい方向に玄関を向けたいなというふうに個人的に思ってます。この家は南東向きの玄関になってますね。正面の壁は玄関からリビング側を覗かれないようにつけた袖壁になってます。玄関ドアが宙に浮いてましたね。今のは見なかったことにしてください。玄関の正面はやっぱり綺麗な壁を設けたいですよね。エントランスの正面に壁を置くか窓を置くか階段を置くかっていうのは設計士によってもかなり好き嫌いがあるんですけれども、僕は壁派ですね。僕の好きなフィンランドの建築家のアールト先生いるんですけど、アールト先生がよくエントランスの正面に壁を置いて正面からずれたところに、視線の抜けを作ってで、四角に階段を配置するっていう
プランニングをよくやるんで、僕もちょっとそれに習ってるところはあります。かっこいいですよね。エントランスの正面には廊下があって、そのままリビングの扉があるっていうパターンは、プランニングはですね、しやすいんですけれども、余裕があれば、玄関の正面に壁を作りたいなっていう感じです。このパーツの正面の壁の幅木が黒いんですけど、これはちょっとミスですね。下まで木の方がいいですよね。この玄関横の洗面台は施主要望ですね。やっぱりそのコロナの影響とかなんですかね。窓は交差点からの視線が気になるので、半透明の窓にしてます。隣の脱衣所は、物干し兼用になっているので、今回西向きなので結構物干しスペースとしては条件がいいようになってます。続いてリビングダイニングですね。コンセプトは本編で説明した通り、南側の採光と北側の眺望を取り込もうっていうものになっています。で、南側の勾配天井は光がふんわり広がるようにしたかったので、ちょっと R 形状、曲面を使ったような衣装になってます。やっぱこういう見せる天井の時は天井面には何もつけたくないですよね。正面の扉の横ですね、のブラケットライトをつけて室内の明るさを確保したいなと考えていました。あと障子が開いて、中庭が、見えます。本編だと早起こりしすぎて庭の木がダンシングフラワーみたいな動きしてましたね。ちょっとかなり気持ち悪かったですけども、窓からの景色が非常にいいですよね。L 型のプランだと中庭を囲む形になってやっぱり、視線が抜けて気持ちがいい感じになってます。見づらいですけど、テレビの上にエアコンを隠すスペースがあります。続いて桜並木が見える北側の窓ですね。本当は外の街路樹に桜の木のモデルを使えれば分かりやすかったんですけど、だいぶ青々としてますね。この窓ですけど、道路の歩行者から見えないようにあえて高い位置につけてるっていうのが結構ポイントだったりします。あとはダイニングの照明ですね。ペンダントライトだとピクチャーウィンドウのフレームに入ってくるので、こっちはダウンライトにしています。パントリーに関してはメインの廊下を挟んで配置していて、これはあんまり見ないプランニングだと思います。ただ住宅なんでそんな動線が交差して干渉してしょっちゅう人がぶつかるってことはないと思うんですよね。なんで土間収納と合わせて結構使いやすいプランなのかなというふうに思ってます。ここは子供部屋暗すぎですね。ホラー映画かよって感じですよね。照明入れればよかったなっていうふうに後悔してます。扉の奥が寝室エリアですね。今回の間取りですけど、玄関ゾーンとリビングゾーンと寝室ゾーンの大まかに3つのゾーンに分かれているのが特徴だったりします。寝室ゾーンは玄関から一番遠い位置にしてますね。昔からよりプライベートな空間っていうのは奥に配置しますよね。徳川幕府の大奥なんて名前からしてちょっと最たるものですけども、できることならプライベートな寝室とかは建物の奥に作りたいなっていうふうに個人的には思ってます。あと寝室の映像は流しませんでしたが、部屋は最小限で5畳程度になってます。5LDK なんですけど、30坪で収めてほしいという要望が依頼者からあったので、かなり居住エリアはコンパクトにしているっていうのが特徴ですね。そして上空から見た家ですね。ここですね、注意点があって、大棟って言って、その屋根の一番高いところを揃えるために、屋根の勾配を面ごとに変えてるんですよ。これですね、本当はダメな設計です。これやっちゃうと、その屋根と屋根の交差する部分の角度が45度じゃなくなるんですよ。で、ここが45度じゃないと、その工場で屋根の木の骨組みの加工ができなくなるので、ハウスメーカーさんに十中八九断られます。職人さんが手彫りすればできるんですけど、今はどこもやってくれないですね。
で、屋根の交差部分を45度にするには、屋根の勾配ですね。各面の勾配を同じにする必要があって、そうするとこんな感じの屋根になります。屋根の高いところの高さが変わっちゃうんですよ。ちょっとマニアックなところなんですけど、外観に結構影響があるので、複雑な形の寄せ棟屋根をする場合は注意した方がいいかなというふうに思います。はい、以上が、桜堤沿いの家の解説でした。いかがだったでしょうかね。こっちの解説動画の方はかなりマニアックな説明がメインになりますので、聞きたい方はぜひ、次回の動画も見ていただければなと思います。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。